はい、皆さんこんにちは。京都のマサです。今回ね、雪の中ちょっと六音寺まで行ってきましてね、通称金閣寺ですね。金閣寺ね。正式名称はね、来ました。六音寺。北山六音寺、六音禅寺か、六音禅寺で金閣舎利殿っていうね、建物のことを金閣、それで略してね金閣寺とも呼ばれてますけどね、京都ではかなり有名なねお寺さんですね。こちらの方ね、やっぱり観光寺院だけあってね、こんな天気の悪い、足元悪い時でも結構な観光客の方がいたんでね、あんまりちょっと音声を拾えなかったんで、こうしてちょっとねアフレコしてます。臨済宗聖国寺派三階達中寺院で平成6年に世界遺産に登録されました。こちらはね、皆さんご存知だと思うんですけど、足利三代将軍義満が応永4年に営んだ山荘北山殿を義満の没後禅寺に改めたもので、義満の法後六音院殿にあやかって、六音寺という、お寺にね、義満が亡くなった後にこうして整備されたところですね。こちらはね総門ですね。入り口の総門になります。ちょうどねこの日の前の日からね雪が降り出して、こうしたお庭にもね雪が積もって、ちょうど写真映えするねタイミングで良かったです。ちょっとね凛とした中にねやっぱり金閣映えますからね。この日なんかも JR はね止まったり電車がね結構止まったりしてたんですけど、思ったよりもね観光客の方集まってましたね。これでも当然少ない方だとは思うんですけど、多い時はね1日に1万人以上の人がね訪れてますんでね、こちらの金閣はね。お釣りですよ、女性の方。お釣り。ごめんなさい。すいません。お釣りだ。これはちょっとね、前の方がお釣りをねもらい忘れてたみたいで、これ持ってたり、慌てずにちゃんとお釣りを受け取ってから、中に入るように皆さんもねしてくださいね。参拝料はね400円でしたね。なかなか良心的なんじゃないですかね、こういう観光寺院にしては。4月から値上がりするのかな。大人100円上がって500円になるようですけどね、今は400円でしたね。でずっと奥へ行くとこう見えてきましたね、金閣のね。ただこちらね正面皆さんがね写真撮るのにこう並んでるんでね、で今ってはあれなんですかね、動画で撮ってる方も多いんでね、なかなかこうどいてくれない方が多いんですけど、適当に場所をねちょっと動いて場所を探せばね、やっぱり雪の金閣の写真ってね絵になりますんでね、皆さんねこういろんなね場所、特にここなんかあれですよね、右端の方からこう松をちょっと手前に入れ込んでね多分撮ったりしてるんだと思うんですけど、
皆さんねこうアングルにこだわってね、そうか。まあ、私もちょっと撮ってみましたけど、やっぱりいいですね、こういういかにも冬らしい写真っていうんですかね。いやー、すごいね。この金閣寺、まあ、金閣ね、まあ、足利義満が作ったんですけど、まあ、この足利義満っていう人はね、すごくこう権力を持ってたから当然ね、この金箔のね、まあ、自分がこう力を誇示するようなものを造営する力があったんだと思うんですけど、当時はね、やっぱり雪のまあ、天皇を超えようとするようなね、そういうことも言われてますよね。そういうことをしようとしたのではないかみたいなね。それでこうあんまりなんていうんですか、いいイメージを、自身の中では持たれてないと思うんですよね、足利氏って。まあ武家なんですけど、この金閣自体のね、一層目なんかはこう一層目はね、その苦行の、を表してたり、二層目が武家作り、こっちは何でしょう。まあなんかそういうのもね表してるみたい。こちらの松はね、なんか義満が愛用した盆栽、それをこう庭に植えて、まあ、それで大きくこうなってるんだと思うんですけど、足利義満公同愛の盆栽を写し船の形に仕立てた、600年岡船の松とよ。ですからどうなんでしょう、これもう600年とかね、それぐらいの年月が経ってるんですかね、もともと盆栽だったものは。実際この金閣のね内部っていうのは、まあ、なかなかそんな中に入ることねできないんであれですけど、中にはねこう仏像とかもね収めてあるみたいでね、2層目に収めてあるのかな。鎌倉時代の武家造りの建築様式で長音堂と呼ばれ、岩屋観音と四天王像が安置されているようですね。金閣の3層目は東洋の禅宗仏殿造り、仏教庁と呼ばれ、仏舎利が収められています。ちなみに金閣の一層にはね、義満像が置かれてるみたいですね。こちらはね、裏の方に回り込んだところで、まあ、手水があったり、まあ、岩垣かな。この辺は多分この回遊型のね庭園の見どころだと思うんですけど、あと奥の方にもあって、また池があってね、そちらにこうカモがねいたりして、ちょっと距離があるんで見づらいですけどね。
本当はねこうぐるっといろいろ回って歩けるようになってるんでしょうけど、どうしてもこう順路として決まった通りにしか歩けないんで、細い通路みたいなところ入っていけなかったりね、それは、こんだけ観光客がね訪れる場所なんで仕方ないと思うんですけどね。そういう意味ではちょっとこうぐるっと一回りするしかできないんですけど、こういうふうにね、結界が張ったって立ち入り禁止ってね、この辺多分戻っていったらね、お庭のどっか真ん中あたりに出ていくんでしょうけどね、そういうことはできないようにはなってますね。でもこちらくぐって出ると、これでもう出口、あとはもう出口の方ですね。で出口の方にはね、不動堂っていうんですかね、不動堂があって、お不動産がね伝えました。さあ今ね、六恩寺さんね、金閣寺拝観させてもらってね、六恩寺さんはねすごく良心的ですよね。やっぱり400円拝観料400円でねこう行けるっていうのがなかなか、こういう観光寺院では高いところだと1000円とかね800円とか普通にありますからね。それを思えば全然ね400円で、あとねバイクこれ100円ね駐車料金がかかりましたね。バイクぐらいどっかね無料で置かしてくれるともっとありがたいんですけど、なかなかね、それでもバイクで止めて500円ですからね、すごく懐に優しい。それだけね観光で来る人多いから回ってるんでしょうけどね、十分ね。今日でもこんな天気でね、多分バスかな、観光バスなのか、路線バスも一応動いてはいますんでね、京都市内。そうやってバスでぐらいしか来れないにもかかわらずね、結構人いましたんでね。さすが京都ではどうなんで一番有名な観光スポットと言ってもいいぐらいなところですね。さすがにね。こちらは一応平野神社さんですね。桜で有名ですね、平野神社さん。いろんな種類の桜があってね。それではね、またちょっとぼちぼちね安全で帰りたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。失礼します。